を理解して実行すると、心の奥から望んでいる願望を叶えることができる。一見すると怪しい本なんですけど、私は役に立ったと思いますし、フィルム研究所とかいろんなところの動画で紹介されています。で、なんで習慣なのかっていうのを、習慣が人生を作っているからです。で、各章の説明、自分をコントロールするゴールから逆算せよ。最優先事項を決める。4、ウィンウィンを心がける。理解してから理解してもらう。誰かと協力して遠くまで行く。自分を磨く。これらを解説していきます。さて、まずは自分をコントロールする。自分をコントロールするためには、過剰に反応しない、変えられることにだけで集中します。この2つが重要になってきます。まずは1つ目、刺激に反応しない。成功しない人っていうのは反応して生きています。悪口を言われたら反応してしまったり、Twitter や LINE が更新されるたびにスマホを見てしまったり、お金がないのに欲しいものがいっぱい出てきてリボ払いで買ってしまったりする。誰もがこういった刺激に反応して罠にはまります。でも悪口を言われるとどうしても言い返したくなるんだけど、そう思いますよね。その時は一時停止して考えてから行動します。そうすれば自分をコントロールすることができるようになります。怒りのピークっていうのは6秒がピークと言われているので、とにかくどんなに怒っても6秒は我慢する。例えば悪口を言われたら言い返したくなる。でもそんな時は一時停止して考えてみます。で、なんで言い返して何の意味があるのかって考えてみます。過激に反応して言い返してしまったら、時間と気力の無駄遣いになります。結構 SNS で言い争いとか言い訳をしている人がいますけど、付き合う分だけ無駄なんですよね。リボ払いしてお金がないのに物が欲しくなったら、頭の片隅にいつも気持ち悪い気持ちがつきまとったり、だから他のもので代用ができないとか、自分のことができることを考えましょう。これは私の考えですけど、結局、ずるい人が勝つんですよね。一時停止して冷静に考えることで自分をコントロールすることができます。この世は刺激だらけで、ウェブ上には欲しそうな広告がバンバン出てきて、人間の欲望を駆り立てています。でもそんな時でも一時停止して考えることで、あれに振り回されずに自分を生きることができる。なるほど。一時停止して考えるか。というわけです。次は変えられることだけに集中するです。これからは今やっていることは自分で変えられることなのか、自分で変えられないことなのか、考えてから行動してほしい。変えられることって何ですか？それは変えられるってことはあなたの行動です。今日誰と話すか、何を食べるか、どこに行くか、そういう言葉を、どういう言葉を使うか。じゃあ変えられないことは？それは人からの評価、自己、天気、身長が低いこと、過去、噂話をされる。こんな感じ。なるほど。成功しない人は変えられないことに必死になっています。人からの評価が低いことに怒ったり、背が低いことに悩んだり、結局何も変えられずに時間だけが過ぎていく。一方、成功する人は常に自分で変えられることに集中しています。だから成果が出ます。悩む前に考えてほしいです。今やっていることは自分で変えられることなのか？変えられないことなのか？変えられるものであればそのまま続けていいし、これが第一章の自分をコントロールするです。私も配信アプリをやった時は目を引く人たちがたくさんいて、自分の意見を通したい時があります。でも言ったところで何の意味はないです。ゴールから逆算せよ。ゴールとは一体何でしょうか？ゴールを決めておけば寄り道せず願望に最短ルートで進むことができます。そのためにはまずゴールを決めておかないといけないです。これは前回解説した目的を持つ。目的と目標は違うっていう話ですね。自分はどういう人間になりたいのか、何が欲しいのか、みんなはどうなりたいですか？もちろんゴールは変わっていいです。ほとんどの人のゴールは途中で変わるものです。生きるとは変化することだから。これが第2章、ゴールから逆算せよ。
結論、自分が何をやりたいのかわからない人は、とりあえず好きなことが見つかるまで何でもやってみる精神で行動すると充実した時間が過ごせるはずです。これは、マコナリ社長が言ってますね。ゴールを明確にさせること。最優先事項を決める。私も YouTube で収益化を目指していますけど、たまに人に見られるためには、再生回数を稼ぐためには、インプレッション数を稼ぐためにはどうすればいいか、何が最優先なのかっていうのは、もう頻繁に見失います。最優先事項っていうのは、自分が一番価値を感じているものです。価値。それは、1日は24時間しかじゃなくて、死ぬ時間まで有限の時間を生きています。その中で、ゲーム、遊び、勉強、SNS、恋愛、読書、YouTube 活動を全てをすることはできません。だから最優先を決めておきます。この社会に生きていると、忙しくて自分の行きたい方向とは違う方向に流される人が大半だからです。例えば、家族との時間を優先したいと思ってるのに残業を引き受けてしまったり、YouTube で収益化したいのに配信しないでゲームをやってしまう。だから私はゲーム機もテレビも部屋にはありません。忙しいという漢字は心がなくなると書くように、忙しさは人間から考える力を失わせます。現に私も、会社員で夜の11時まで残業している時に何も考えられなかったですね。とりあえず今日が終わればいい。また、上司に怒られるのかな、なんでは怒られるのかな、自分が悪いのかっていう状態でしたね。そこで一時停止して考えてほしいです。自分が本当に心から望んでいるものは何か。優先順位がない人は1日24時間みんなに等しいのに何でもやってしまいます。SNS、ゲーム、やりたくない人の付き合い。嫌いな人の付き合い。それを続けていても夢は叶いません。そうならないために、まず、今すぐには叶えられないけど、自分にとって重要なこととは何かを考えてほしいです。私は、なんで YouTube 収益化に固執するかっていうと、これもね、前回言っていた目的を持つ信用の構築です。今すぐには叶えられない。それはどういうことか。今すぐには叶えられないけど、自分にとって重要なことです。これが心の奥底で望んでいること。これって自分でわからないことが多いんです。例えば、YouTuber になりたいって思っても今すぐには叶わないんですよね。私です。だからとりあえず気晴らしにゲームをやったり、友達と絡んだり、SNS を脳死でポチポチしたりする。そういう時期がありました。でも、それでは夢は叶いません。本当に YouTuber になりたいのなら何を優先すべきかを考えるべきです。休日の時間、帰宅してからの時間は全てコンテンツ作成に投資をするとか、それが24時間という限られた時間に優先する。わかりましたか？って言っても私が 100% 実行しているわけでもないので、意識づけがより自分に、目標に、結果に近づけていけると信じています。ウィンウィンを心がける。第4章目に入ります。自分も相手も勝つ方法を取ろうっていうことです。この世界は勝ちと負けしかないと思われがちだけど、それは違います。YouTube がコラボとかが頻繁にあるように、助け合いで成り立っています。本当に目指すものはウィンウィンの関係です。それは、自分だけ勝ったらいいんじゃないの？って私もね、思ってました。それだけだといつか一人ぼっちになってしまうし、私も一人です。なんで一人ぼっちになってしまうんでしょうかね。ブラック企業の社長が例えば、社員に時給600円くらいで働かせた場合、社長は勝って社員が負けていることになります。そうなると社員は不満がたまり、いつか協力してくれなくなりますよね。場合によってはストライキや退職する社員が出てくる。つまり手を貸してくれなくなる。自分にはゴールがあるように、相手にも目指すべきゴールがあります。そして相手にもメリットがあるから協力してくれるし、会社に就職をしたんです。お金が欲しい、活動資金が欲しい。だから相手にもメリットがあって、目的を持っている人と組みたいですね。だから
誰かと何かを始めるとき、まずはウィンウィンになるかっていうのを意識すべきです。ウィンが難しい場合、それ結構ありますよね。ブラックの企業で働く場合、その時には取引しないという選択肢を取ります。どちらかが負けるぐらいなら見送ったり、働かないその会社から離れる。ウィンウィンになるまでは取引しない。なるほどね。だから、ブラック企業で働く人はどんどん減っていくんです。だから、まっとうな企業は生き残っていくという、世界の構造になっています。勝ち負けを決めるゲームはどうすればいいのか。勝ち負けっていうのはゲームですね。勝ちと負けが決まるゲーム、明確にっていうか、それを楽しむゲームです。でも、自分だけが勝っていたとすれば、相手はつまらなくなって、いつか一緒にゲームをするのはやめてしまうでしょう。自分も相手も楽しいから一緒にゲームができる。これがウィンウィンです。意外と難しいんですよね。ブラック企業を運営している社長や経営者も、本当はウィンウィンにしたいとは思うんですけどね。難しいんでしょうね。理解してもらう。次に、5章目はまず相手を理解してから自分の理解をしてもらう。まず理解するか。それは、人間はそれぞれ物の見方が違うから完全に分かり合えることは難しいです。でも、私の子供、親、パートナー、上司、自分のことは理解したいと思える人がいるはずです。そんな時は、まず相手の話を聞いてみてほしいです。人は話を聞いてもらった時に自分を理解してくれたと感じます。話を聞き終わったら自分も相手も幸せになるように話し合えばいいです。二人で話し合って答えを出す。そういう時間って配信アプリでたくさんできましたね。でも内容のある話ってどれだけの割合がやってるんでしょうね。脳死でただダラダラとゲームや寝落ち枠とか日々の生活を良くしようとしない。時間が過ぎてただ存在しているだけの、別に人間じゃなくても動物でもいいんじゃないって私は思っちゃいますね。はい、次。誰かと協力して遠くまで行く。誰かと協力して結果を出すことの大切さを説明していきます。ゲームでも協力プレイすることで大きな結果を出すことができるでしょ。逆に一人で戦っていると必ず限界が来ます。アフリカのことわざで、早く行きたければ一人で、遠くまで行きたいのならみんなで進め。つまり、大きな結果を出したければ誰かと協力すべき。例えば、スマートフォンの業界で世界の常識を変えた iPhone。これはスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックが2人が協力したからアップルが生まれました。もしこの2人が協力していなかったら iPhone も Apple Watch も全然生まれなかったです。協力することによって 1+1 を3にも4にもできたんです。今では日本一の企業であるトヨタでも足元にも及ばないような規模になっています。でもどうしても協力できない相手がいるときはどうすればいいんだろうね。相手が嫌だったり能力がなかったり、誰とでも協力して結果が出るわけはないのはわかりますね。しかしその重要なのは自分が組みたいと思った相手に対して自分から声をかけなければ相手と一緒に取り組むことは不可能です。そのためにも変なライバル意識や価値観の違い、自分を卑下して言いたいことを言わないのはやめた方が良くて、この人と組みたいと思った人に物おじせずに声をかけてみる。チャンスの種をまくようなもので、断られたとしてもまたいつか連絡が来るかもしれないが、チャンスの目はいつも意外なところから来ますと、意外なところから来るんですよね。これはカットをするかもしれないですけど、私の仕事をやってないので、お店にインド料理店に遊びに行くんですよね。で、そこが美味しくて毎日行って店主と仲良くなって、人材派遣
もうちょっと会社を立ち上げないのかとか、ネパールで学校をやっていて、で、その、人材を派遣会社に送る。その手数料をもらうという話があったんです。これって私が協力したいと思えば、っていうか、私がこういうこと、大きい事業を立てたいと言ってから相手も声をかけてきてくれたんでしょうね。次行こう。仮に、その、人材一人紹介するたびに毎月1万円の手数料が入るとも聞くので、とんでもないな。真面目に考えてみよう。自分を磨く。最後の章で自分を磨く。みんな疲れてもここまでね、だいぶ長いと思うんですけど、お疲れ様です。結論、自分を成長させなければチャンスをつかむことはできない。リアルに残酷ですけど、すごい能力がある人と出会っても自分に何もないとスルーされます。ジョブズがウォズニアックと組んだのは、ウォズニアックがエンジニアの天才だったから、そしてジョブズはその凄さをプレゼンするのに長けていた。だから二人は協力しました。自分を磨くってどうすれば何を求めているのか。そう。自分の意識を構成するのは、体、心、知性、人間関係。この4つをバランスよく磨いていきます。これは私全部磨いていこうと心がけていて、家に毎日運動してますね。5キロ一輪車で走ったりとか。体調が悪かったら行動も思考も低下するので、体調が悪いとチャンスがつかめないです。だからいつも健康、体調が崩れないように、食事をとって、ちゃんとした睡眠、休暇をとって、運動する習慣を取るようにしています。もう運動が習慣になると、逆に運動しない雨が降ってると、うずうずして、そういう気持ち悪くなってしまう病気になってますね。呪い。次に前に話した忙しいと先のことを考える余裕がなくなります。だから毎日落ち着ける時間を必ず作ります。温泉に行ったり、好きな人に出会う、コレクションを集める、何でもいいです。落ち着く時間を作る。配信アプリでポイントを回収する時間を当てるとかね、ぼーっとする。知性、いろんな人に出会い、本を読み、好きな人のことを勉強して、自分で考える力を持つ。これから頭のいい人というのは、学校で教えられたことを覚える能力ではなくて、問題を認識してそれを解決する能力、それが今後求められる人材、人としての価値だと思います。人間関係。次は、復習で相手の話をまず聞き、協力してウィンウィンの関係を心がける。ネパールの店主の人も、私がビジネスと日本語を、前世に長けていったから声をかけたんです。で、私は、人材を、ネパールの安い賃金の人材を持ってる、店主に魅力があると思って声をかけたんです。で、以上、今まで解説した1から6の内容を全部復習していけば自分を磨けることにつながります。分かったことや気づいたことっていうのがあれば、コメントを残してくれると助かります。そうですね。例えば、音楽が流れてないとか、声が流れてないとか、普通にあるので、コメントがあるといいんですよね。どんだけいいことか。録画終わった後に気づくんですよね。OBS の設定が悪いんでしょうかね。私はね、結構ずるい考えを持つと思います。というより、このお金持ちの人、株で勝つ人、ビジネスで成功する人っていうのは、ずるい考え方がないと、普通に向いていないと思います。ビジネス者として。
ラテラルシンキングっていうずるい思考なんですけど、発想の枠を広げる思考法で、前提意識として、まずは、この論理的な思考、ロジカルシンキングの対義語でラテラルシンキングがあります。その、ロジカルシンキングっていうのは、マインドマップで言うんだったら、この垂直超過でまっすぐ降りていく順序立てて考えていく構造です。求められるのは過程です。それに対してラテラルシンキングは3つの違いがあります。過程や方法など、どうでもよいのだ。自由に学ぶ華麗な生き様。とにかく、吸血鬼になった時から手段よりも結果を求める生き様。どれだけ強力な肉体やスタンドを手に入れてたくさんの部下に囲まれていても、心は盛り上がる。いや、心は成り上がる決意をした少年のまま。このデュオだ、思い出すんですね。ロジックツリーに言うんだったら、この水平的に多方面、多角的に見る視点を広げる思考です。オムニチャンネルというのかな。あらゆる前提から自由に見る。例えば、弓道を例に見てみると、ロジカルシンキングの場合は、試行錯誤をしながら徐々に命中率を上げていく。普通の考え方ですね。それに対してラテラルシンキングっていうのは、的を当てる本質に着目します。例えば、的を大きくすればいいとか、スコープ付きのボウガンを使用したり、的の近くまで行くとか、当たり前だと思っている前提を疑ってみます。手や方法など、どうでもよいのだ。私そう思いますね。ラテラルシンキングで問題が解決する場合があります。というか、私はこれで有利な立場にもあるのが、高校の部活の時からやっていましたね。スマホの歴史もスティーブ・ジョブズが言っていた、携帯からボタンをなくそうという、昔は当時、考えられなかったです。これがラテラルシンキングですね。問題が最短ルートで解決される。どんな手段を採用しても OK。例えば、私は愛知県に住んでいて、実家の熊本県に帰りたい。普段は2日間かけて帰っていくんですけど、これはロジカルシンキング。これを最短の結果で求めると、ヘリコプターに乗るとかですね。常識にとらわれずに発想。私も使っている下の字幕。これは、以前は自分で打っていたんですけど、5分の動画で1ヶ月ぐらいかかったので、なんで機械でやっています。精度は7割くらいですけど、ないよりはいいかな。そういう発想。お金、時間、手間が節約できる。現にそれですね。こうやって台本を書くんですけど、本から読み解こうと思えば、ゆっくり思考を巡らせるので、1週間ぐらいかかります。本を読むのね。また、本がつまらなかったら、途中でやめる時間と、機械の損失が大きいです。結構、ストレスになっていました。これを、要点を理解するに、結果を求めて、YouTube の要約チャンネルで20分で理解できるようになりました。求めている答えでなければ、関連動画に移るし、時間の無駄が、浪費がなくなったんです。また、要約動画は、配信者の主観を通すことで、チャンネルごとに参考になるんで、配信ごとに参考になります。私のコンテンツの品質が飛躍的に向上しています。さらに、従来の4分の1で台本が作れるようになったので、サイクル高速で回るようになった。配信の頻度も高くなることが可能になったんです。前回は1ヶ月に1回とかもう話にならないレベルだったんですけど、1週間に2回くらいの頻度になりますね。インプット量が向上したし、他の人と差別化できるように成果が出せるようになったと思います。この時点でラテラルシンキングって必要だ、便利だなって思うけど、もっと詰めましょう。なんでラテラルシンキングは必要なのか。私たちの社会、学校や会社はロジカルシンキングで、正解は一つだけ、マニュアルやルールがある。答えは複数存在しない。真実はいつも一つ。考え方が染み込んでしまっています。
ラテラルシンキングを鍛えないと、何もできなくなる。言われたことしかできなくなる。新規事業を考えたり、現在の業務改善を考える。新しいマーケティングを考える。一つの答えではなく、複数の答えを生み出すことがラテラルシンキング。固定概念、先入観、常識、そういったものを捨てるもの。市場価値が高い人間はラテラルシンキングが得意です。で、私はゲームにも YouTube 成果が出てるかっていうと、今出てないと思うし、満足はしてないです。これは、やってるけど、実際にはこの下のライン、大きく差が出ている。でもそれは成功曲線といって、ある日ブレイクスルーとなるポイントが現れてきます。私は YouTube の収益化は無理だよって言われたり、相手にされていません。ただ、やってもない人が、そんなこと余計なおせっかいをやってくるんですよね。で、自分はそれを証明してみたい。本当にやってみないとわからない。だから、社会人を辞めて、フリーっていうかな、無職になったんです。これは私の物語です。火が報われるまで。ラテラルシンキングに必要な3つの力。それは疑うことです。固定概念にとらわれない。なんであるべき、〇〇でなるはず、思い込み、常識、先入観、疑う力を鍛える。マジックワードです。私も社会人のまま、このまま歯車たちとして生きていくのかな。それってちょっとつまらないな。そう思っていました。そして終身雇用が保障されるというのにも疑いがありましたね。抽象化すること。物事の本質や機能に注目すること。別のことで代用ができるかとか考えます。私の場合、字幕を1ヶ月間かけて作るよりも、機械で精度が7割でも、2時間、数十分ぐらいでできる。そっちを優先しましたね。偶然見つける力。ひらめきですね。感覚を研ぎ澄ませるとか驚くこととか、何でも疑問を持つことだろうなぁと、ようやくチャンネルを見て思いますね。スルーという言葉、皆さんどう思いますか？先駆け、ルール違反、ここで言う意味は、思いがけない発想で周囲を悔しがらせるという意味。例えば、飲み会でめんどくさい集金を進んでやってる人、その人はクレジットカードでポイント分をゲットするとか、常識にとらわれず自由な発想を可能にする考え方、お金や時間をかけずに目的を達成してしまう人。この思考はラテラルシンキングでこれを知っているか知らないかで損するか得するか今後の人生が変わってくると言っても普通に過言ではないですね。というわけで、つらい考え方、ラテラルシンキングは必要。経営者向き。サラリーマンだったら別に必要ないですね、やっぱ。ラテラルシンキングだったら、自分が特別な存在だと思えるし、なれるお疲れ様です。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。記憶したこと、手に変えて発音したことは頭に覚えやすい。記憶するメカニズムは人に教えること、アウトプットすることです。思った。